あなたの夢は何ですか？私には夢がある。マーチン・ルーサー・キング・ジュニア。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は、マーチン・ルーサー・キング・ジュニアの言霊を紹介していきます。私には夢がある。この一言には、どんな意味が込められているのでしょうか。キングがどのような思いでこの言葉を世に問うたのか、その背景に迫ります。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まずマーチン・ルーサー・キング・ジュニアのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。今日は、キング牧師のことを学べるとのことで、とても楽しみにしてきました。確か、ノーベル賞をもらったすごい人だった記憶はありますが、詳しく知らないので、いろいろ教えてください。まずは、生まれや育った環境から教えてください。こんにちは、ハミルさん。早速、初期の生い立ちと教育について話そう。マーチン・ルーサー・キング・ジュニアは1929年1月15日にアメリカのジョージア州アトランタで生まれたんだ。キング家はすごく宗教的な環境で、彼の父は教会の牧師だったんだ。それがキングが社会正義や平等に興味を持つようになったきっかけなんだ。母も教育熱心で、キングが小さい頃から読書を奨励して、彼の好奇心を育てたんだよ。教育でもキングはすごく優秀で、高校を飛び級で卒業して、わずか15歳で大学に入学したんだ。大学の間に、彼は非暴力抵抗の哲学や、平等と公正を求める社会活動に興味を持つようになったんだ。ここまでは、エリートってイメージですね。その後はどんな風に過ごしていったんですか？牧師としてのキャリアをスタートさせたのは、彼がまだ25歳の若さだった。この教会での経験は、後に彼が公民権運動のリーダーとして頭角を現すきっかけとなったんだ。牧師として活動を始めたキングは、地域社会の中でとても尊敬され、人々からの信頼も厚かった。1955年、大きな転換点を迎えた。それは、バスの人種分離政策に抗議して逮捕された事件だった。その抗議運動において、キングはボイコットの指導者として立ち上がり、381日間もの間、この抗議活動を続けた。この運動は最終的にアメリカ合衆国最高裁判所による分離政策の違法判決をもたらし、キング自身も全国的な注目を浴びることになった。この経験はキングにとって、後の公民権運動で中心的な役割を果たす土台を築いたんだ。彼は非暴力の手法を採用し、ガンディの哲学にも大きな影響を受けている。お父さんと同じ道を歩んだんですね。バスの分離政策って、もしかして、白人と黒人は同じ車両に乗れないとかってことですか？そうなんだ。彼の父親も公民権に情熱を燃やしてて、それがキングにも影響を与えて、彼も社会正義に強い関心を持つようになったんだ。それで、バスの人種分離政策の話だけど、アメリカの南部では当時、白人と黒人が同じ公共の場所を使うことが法律で禁止されてたんだ。黒人はバスの後ろの席しか座れなくて、前の席は白人専用だったんだ。バスが混んできて白人が席がなくなったら、黒人は自分の席を立って白人に譲らないといけなかったんだよ。だから、ローサ・パークスが逮捕されてから、モンゴメリーバスボイコットをリードしたんだ。このボイコットは、暴力を使わずに市民が立ち上がって抵抗した大きな例で、後にアメリカの公民権運動のシンボルとなった。最終的に最高裁判所がバスの人種隔離政策が違法だとの判断を下して、勝利を手にしたんだ。なるほど、そういった不平等な扱いに対して、戦ったんですね。そして、非暴力で、弱い立場の人のために活動したと。どんな活動だったか、ここだけは押さえた方がいい。ってポイントを教えてください。キングが非暴力の原則に基づいて行った公民権運動には、いくつか重要な出来事があるんだ。それらを見ていこう。ワシントン大行進、1963年、を忘れちゃいけない。行進には約25万人が集まり、平和的なデモが行われた。もう一つ、セルマからモンゴメリーへの行進、1965年だ。キングはアフリカ系アメリカ人の選挙権を求めたんだ。警察の暴力にも屈せず、全国的な注目を集めたこの行進の結果、選挙権法が成立し、アフリカ系アメリカ人の投票権が守られることになった。彼の行動はアメリカ社会に大きな影響を与えたんだ。このような出来事は、公民権運動の歴史を理解する上でとても重要なんだ。25万人もの人が集まった。
こんなに多くの人から慕われていたキング牧師なら、国としても無視できる存在感じゃなくなってきましたよね。彼の影響は本当に計り知れないね。彼の活動は社会や政治に大きな変革をもたらしたんだよ。彼の評価についてもっと詳しく見ていこう。彼の非暴力のメッセージと行動は、人種差別に対する国民の意識を高めたんだ。政治の世界でも彼の声が重視されるようになったんだ。特に、ジョン・ F ・ケネディ大統領やリンドン・ B ・ジョンソン大統領は、キングと対話し、彼の運動が公民権法案の成立にどれほど影響を与えたかを認識していたんだ。さらに、1964年にはノーベル平和賞を受賞したんだ。これは彼の平和への貢献が国際的に認められたことを意味し、彼の運動の重要性がさらに浮き彫りにされたんだ。一方で、キングと彼の運動は激しい批判と反対にも直面したんだ。一部の政治家からは、彼の運動が社会的な不安を引き起こすと非難されたし、FBI はキングを公共の敵とみなし、彼の活動を監視し、個人的な攻撃を行った。1968年4月4日、キングはモーテルで暗殺された。彼はゴミ収集作業員のストライキを支援するためにそこにいたんだ。彼の死は世界中に衝撃を与え、多くの都市で暴動が勃発したよ。キングの人生は短かったけど、彼の影響は計り知れない。彼の運動と理念は今も私たちの心に響いているんだ。暗殺されちゃったの？ちょっと衝撃が大きくて、息切れしちゃってます。これは、なおさら言霊に関しての興味が湧いてきました。すべてを、弱い立場の人のために尽くしたキング牧師が、私には夢があると語った背景を知ることで、私の中にも大切なものが見つかりそうな気がします。ぜひ、言霊についてもっと教えてほしいです。私には夢があるというスピーチが行われた背景には、いくつかの重要な要素が絡んでいるんだ。このスピーチは、しっかりと計画して、よく考え抜かれたメッセージだったんだ。1963年のワシントン大行進は、仕事と自由のための行進として企画され、人種的な平等だけじゃなくて、経済的な機会の平等も求められていたんだ。アメリカの首都、リンカーン記念堂の前で行われたこのスピーチで、彼の言葉が多くの人々に影響を与えると期待されていたんだ。彼は、アメリカの理想と現実のギャップにフォーカスして、すべての人が平等に扱われるべきだという憲法の理念を強調した。また、非暴力と平和的な抗議の大切さを説き、深い人種的な分断を克服するための和解を訴えたんだ。当時、テレビが急速に普及していて、彼の言葉は全国に放送され、すごく大きな影響を与えたんだ。彼はこの機会を利用して、アメリカ人に直接訴えかけ、全国にアピールしたんだ。私には夢があるというスピーチでは、彼の描く未来のビジョンが具体的で感動的に語られてたんだ。そのビジョンは、人種や宗教、背景を超えた平等と和解の社会を目指すものだったね。彼のスピーチの中で、印象に残るフレーズを一つ紹介するね。ある日、かつての奴隷の子孫とかつての奴隷所有者の子孫がテーブルを囲んで、兄弟として共に座ることができるアラバマ州になることを夢見ています。これは、過去の傷を癒し、和解と進歩を共に目指す大切さを強調していたね。なんか、感動しちゃった。夢って、すごく大きなものじゃないとダメなんじゃないかって思ってたんですけど、キング牧師が見ていた未来は、差別がなくなった世界でテーブルに座ること。私のように、世界中の人が影響を受けたんじゃないでしょうか。その通りだね。キングのビジョンは、公民権運動だけじゃなくて、人々がお互いに持つべき基本的な尊重と平等の考え方を世界中に広めたんだ。彼の非暴力と平和を愛する姿勢は、いろんな抗議運動や平和運動にインスピレーションを与えて、今でも新しい世代に影響を与えてるんだ。彼が提唱した理想は、あらゆる人が自由と公正を楽しんで、真に平等な社会を実現するための目標となってるんだ。そのメッセージは、今も世界中のたくさんの人たちにとって希望の光であり、変革の原動力となってるんだ。そうだと思いました。現代でもたくさんの人に力を与えているんだから、すごい。さっき、キング牧師はガンジーの影響を受けているって言ってましたよね。影響を受けた流れや、そこから生まれた信念について、キング牧師の心の中のこと、もう少し知りたいです。ガンジーの非暴力抵抗運動は、インドの独立運動で重要な役割を果たしたんだ。それを見て、キングはアメリカの公民権運動にも同じような考え方が使えると気づいて、自分の行動指針にしたんだ。学生時代にガンジーの非暴力について学び、後にインドを訪れてガンジーの教えにもっと深く触れたんだ。その旅で、ガンジーの方法がアメリカの人種差別にも効果的だと確信したんだ。彼は心理的な暴力や言葉の暴力も同じくらい避けるべきだと思ってたんだ。
非暴力が敵を倒すためじゃなくて、友情と理解を築くための橋になるべきだと信じてたんだ。彼のスピーチや著作では、非暴力が戦略的な選択だけじゃなくて、深い倫理的、霊的信念に基づいてるっていうことを強調してたよ。彼の方法と理念は、公正で平和な社会を目指す今の活動家たちにもまだ大きなインスピレーションを与えてるよ。すごくよくわかりました。なんか、体の底からエネルギーが湧いてくる。これから私たちがどんなことに活かせるのか、すっごく話したい気分なんですけど、いいですか？それは素晴らしい。彼の言葉や信念に触れると、自分の行動や考え方に新しい視点が生まれるよね。じゃあ、次のセクションで一緒に考えてみようよ。どんなことに活かせるか、アイデアをいくつか考えてみたよ。会話の中で、キングのことをより深く知れるかもしれないね。非暴力の原則を生活に取り入れる。公正と平等を支持する活動に参加する。教育を通じて理解を深める。地域社会でのリーダーシップを担う。個人の夢を追求し、他人の夢を支援する。これらのアイデアの中で、特に興味を持ったことはあるかな？個人の夢を追求し、他人の夢を支援するについて話したいです。私は、夢って大きくて、誰もがすごいと思うものでなければいけないと思っていたんです。でも、キング牧師は、差別という苦しい環境の中で、当たり前にあることを夢と表現した。そこにすごく心打たれたんです。大それたことじゃなくていいから、小さな夢をたくさん持ちたい。そんな気持ちになってます。その考えはすごく素敵だよ。マーチン・ルーサー・キング・ジュニアの言葉からもわかるように、夢とはすごく大げさなものじゃなくて、日常の中にある小さな希望や望みも大切にすることができるんだよ。自分自身の価値観を明確にすることは大事なことだと思うよ。メモすることで小さな夢を見つけるヒントになるとされている。毎日の中でちょっとした成功や嬉しいことを見つけて、それを喜んだり、友達や家族を応援してあげたり、前向きな気持ちはキングも常に持ち続けていた大事なメンタルだよ。キング牧師の教えを体現したアプローチで、私たち一人一人が社会にポジティブな影響を与えられるんだ。自分自身の価値観か。具体的に何しようとか、まだ思いつかないけど、すっごく大切なヒントをもらった気がします。とても勉強になりました。ありがとうございました。何かを始めるときって、最初は具体的な計画がなくても全然大丈夫だよ。大切なのは、思いを持ち続けて、日々の小さな行動に意識的に取り組むことだよ。始めること自体が、もう素晴らしい一歩なんだと、キング牧師からエネルギーをもらい続ければいいよ。皆さん、動画を最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。マーチン・ルーサー・キング・ジュニアの私には夢があるという言霊について一緒に考えることができて、大変光栄に思います。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたの夢は何ですか？今回は、マーチン・ルーサー・キング・ジュニアの普及の言葉私には夢があるとその生涯を深掘りしました。キング牧師の言霊には、私たちの奥底に火をつけるエネルギーがあります。大きなビジョンだけが夢ではない。私たち一人一人が持つ小さな夢も大きな変化を生み出す力を持っていることを忘れずにいたいものです。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄でご紹介した言霊についてやり取りできれば幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。